動画をご覧の皆さん、こんにちは。前回の動画では、ベトナムはフーコク、リージェントホテルの様子をご紹介しました。今回の動画はその続き、フーコクの2泊目のホテルと、バンコクへの移動、その後のバンコクの様子をご紹介いたします。はい。では早速ですが、2泊目に泊まったホテルはこちらのシーシェルズフーコックホテル&スパというホテルになっております。先ほどのリージェントはもうフーコック1の高級ホテルでしたけれども、ここは少しリーズナブルになって、シティビューという街中が見えるお部屋で1泊 12,658 円のお部屋を予約しました。それでは早速お部屋からご紹介です。はい。ではまたルームツアー行きます。ちょっと面白い、もういきなり突拍子もなくバスタブがあるっていう。で、洗面台ですね。これ2個あります。で、ここが多分シャワーとトイレかな。すごい作りがめちゃくちゃ面白い。で、こっちが、クローゼットですけど、ちゃんとバスローブもある。まあ、シンプルかな。ビーチサンダルもありますね。プールに行くのは変ですよ。でね、ちゃんとまた麦わら帽子があるんですよ。麦わら帽子1個180とかみたいなので、なんか安い1000円ぐらいだから、可愛く当たってもいいかもしれないですね。体重計もちゃんとあって、で、ここら辺はよくあるアメニティですかね。これとファイネケンがちょっといくらだ。ちょっと値段書いてありますけどね。まあよくある感じの普通のホテルって感じですね。で、今回はもうほぼ寝て泊まるだけかなと思ったんで、シティビューにしちゃいました。こんな感じ。ね、ダウンタウンの市街が一望できる感じです。海が見えるお部屋っていうのもあるみたいなんですけど、もう値段重視でこの部屋にしちゃいましたが、全然なんか問題なさそうです。いろいろありますね。プライベートバーベキューインルーム。へー。あとシーフード。スパですね。インルームダイニングも。やっぱりリージェントと全然値段が違うのが面白いな。まあでも食べ物屋さんも近くには多いそうなので行ってこようと思います。ちょっと探索してみたいと思います。ベースメント地下にカラオケとかもある。でロビーがさっき来たところなのでちょっとぐるっと見てみたいと思います。立派なジム誰もいないけど。でスパがありますね。でもこれぐらいカラオケないですね。こっちにレストランがあって、これがバーベキュールートがあるところみたいですね。で、スイミングプールが左とかプールですね。これもやっぱインフィニティプールっぽくなってるかしら。でもなんか全然ゆったりとした感じで、ここにあるような争奪戦って感じじゃないですね。スローモーションでカクテル 20% オフ、フードコンボは260円、休憩1500円、1500円なんで1800円くらいですね。プライベートビーチですね。やってみようかな。でも全部こういうね、なんかあったりとか。いいじゃないですか。でもやっぱりこっちもあんま綺麗じゃないんですね。でもいい感じ。市場ですね。露店がいっぱいある。女の人なんかこういうのいいっすよね。海鮮金属。この辺りいいかもね。まだ時間が早いからガラガラですね。
はい、ナイトマーケット行ってきては見たもののですね、このホテルの隣にあるこのレストランが居心地が良さそうだったのでこちらに入りました。食べたのはこの空心菜の炒め物と海鮮焼きそばです。あとビールですね。非常に美味しかったです。すっかり日も暮れまして、夜になりました。今日はね、寝るだけですね。ここでお休みとなります。さて、一晩明けまして朝食会場にやってきました。一泊の料金にはこの朝食代金も入っておりますのでお得かなと思っています。飲み物もコーヒー、紅茶、こういった、フルーツジュースなんかも、多く取り揃えてあります。パンの種類なんかもかなり多かったので、本当に十分な朝食ビュッフェかなというふうに思いました。こんな感じでチーズとかサラダとかもかなり種類が豊富です。で、こちらの、カウンターのところでホットミールですとか卵料理の注文なんかができるようになっております。やっぱりこっちのホテルもリージェントと一緒で韓国の旅行客の方が多いのでキムチなんかももちろん置いてありましたけれども、ここもお寿司みたいなね、こんなのもあるので非常になんか美味しかったなと思います。なんか映えるデザートといえばこの壁にかかったドーナツとかこういうスイーツ、デニッシュですね、なんかもかなり豊富です。でそしてもちろん、フォーをいただきました。これも美味しかったです。朝食後はプールに立ち寄りました。この後バスに乗るんですけれども、空港までは無料のバスを手配してくれておりまして、少しプールに入って出発を待ちます。はい、空港には約2時間半前ぐらいに着いてしまいました。ですのでですね、チェックインカウンターもこんなような感じでガラガラでした。ただベッドジェットは少しこんな感じで並んでますけれども、今回私が取ったチケットがチェックインカウンターがこう優先的にこうチェックインできるチケットの種類になっていたんですね。手荷物とかの預けがあったのでそのチケットを買わざるを得なかったんですけれども、逆にこのもう本当に誰も並んでないチェックインカウンターで本当にものの 1,2 分で終わってしまいました。ウェブチェックインもしてあったんですけどもかなり早かったです。で出国ゲートの方に移動してきましたらですね、ガラハンと全く誰もいない状況です。なので本当に早く来すぎてもしょうがないなという感じでした。はい、で出国検査通過しました。あっという間でしたね。なんかもう今ガラガラで誰も並んでないですし、荷物検査もなんかすごくスムーズです。ここが検査通過後の国際線ターミナルの様子ですね。お店もね、そこそこあるんですけど、同じ屋さんが多いのかな。ここにはバーもありますね。バーで少し飲み物でも飲みながら出発を待つことにしましょうか。まだまだ全然時間があって、まだ2時間以上あるので、かなり時間がかかりそうです。デューティーフリーもあるか。はい、じゃあちょっとさっきのバーで少し休んでいきたいと思います。久々の生ビール飲みたいと思います。だいたい900円ぐらい。US ドルで6、ベトナムドンで153とか、そんなもんですね。はい。まあ、空港価格だと思っていただきたいと思います。登場する飛行機ですね。空港はちゃんとタラップついてます。なんだコーチには行きも帰りもお披露目だったんだ。ああいう運用が普通なんですかね。でそれでは飛行機に乗り込んでまいりましょう。ベトジェットエア VZ981 便、空港からバンコクまでのフライトです。機体はエアバス320、1時間20分ぐらいのフライトになっております。機内の様子はこんな感じでして、今回私が座ったのはこの非常口座席、足が伸ばせる席になっておりますが、なんとラッキーなことに誰もいないガラガラの状態で使うことができました。もう足が伸ばせるぐらい広いのでかなり間隔も空いてますし、後からはこんな感じです。ちょうどね、朝で雨も降っておりました。駅は無事に、定刻通りにテイクオフ、離陸となりました。楽しかった空港に別れを告げて、バンコクへ戻っていきたいと思います。機内では食事や飲み物は出ませんので、もうひたすら眠ることにしておりましたが、あっという間にバンコクが近づいてきました。1時間20分ですので、実際に飛んでる時間はもう1時間ないぐらいだと思います。それではスワンナプーム国際空港に再び戻ってまいりました。
クアナプーム空港着きました。1時8分に荷物受け取れたので、だいぶ到着早く着いたのと、荷物出てくるの早かったですね。入国検査も、そこそこ並んでましたけど、2人いるレーンに入ったの結構早かったですね。では、ホテルに移動します。バンコクに泊まったホテルはこのジャスミンリゾートホテルという BTS プラカダン駅のすぐそばにあるホテルです。では中をご紹介します。ここはですね、なんと滞在型ということで、洗濯機とかこういう調理器具とかが揃ってるので選びました。2泊で3万円ぐらいかな。ここで何もなかった。2泊で3万円ぐらいですね。包丁とかもありますね。料理しようと思ったら料理もできちゃうっていうね。やる量がなさそうですけど。タイはね、本当に屋台とかが安いんで全然いらないんですよ。ちゃんと冷凍庫があって、氷も作ってくれてる。あと冷蔵庫もあります。ポットとかね、お水とかもちゃんと水分があって、テレビとなんかリビングみたいなエリアがあります。で、ちゃんとなんかスナックとかも置いてあって、こういうのも無料ですね。ここも開けてみようかな。ここがゴミ箱か。も下のいわゆるキッチンですね。で、お風呂。なかなかここも綺麗な洗面台とバスとトイレとシャワーですね。で、大きいベッド。ここにはヘアドライヤーとかもあって、ボディローションなんかもあんまり効いてで、ちゃんとバスローブっぽい寝巻きもあるし、ありがたいスリッパもありますね。これはもう満喫できそうですね。そしてホテルの中にはこの屋内プールも屋外プールもありますし、この中にサウナもついてます。この時はまだ温まってなかったんですけど、スチームサウナと、ドライサウナが両方それぞれついてます。またジムもありますので、こんな感じで運動もできます。ちょっとね、だいぶ旅行で怠けてたので少し運動してました。ではここからはバンコクでの食事どんどんご紹介します。夜ご飯にやってきたのはパッタイナロックテイク BTS ウォンウェイヤ駅から徒歩10分ぐらいです。パッタイ一つ頼みますとこの飲み物も持ってきてくれますし、こんな感じで屋台で作ってくれます。で作ってくれたのがこちら。鉄板に乗ってジュージュー系のパッタイです。味はというとですね、結構香ばしいパッタイでちょっと独特の味わいで美味しかったです。ただね、帰り道、大雨になりまして、ここから駅まで歩くのめちゃくちゃ大変でした。傘を持っていきましょう。で、翌朝です。翌朝はケンタッキー食べに来ました。バンコクのケンタッキーはホットスパイシーみたいなのが選べましてですね、これが好きでバンコク来たら必ず食べています。ホテルに戻ろうとしたらガパオライス屋さんを見つけたので注文していきます。はい、じゃあ昼食です。さっきね、ケンタ食べたばっかですけど、もうどんどん食べないとね、時間がないので、ちょっと焦ってますけど。まず、木の形にハビール、いただいちゃいます。で、このホテルの、道路を渡った向こう側に屋台街みたいに、屋台街というほどでもないですけど、屋台が何台か並んでる中でガパオがあったので、おばちゃんにお願いして作ってもらいました。で、お砂糖は使わないですけど、唐辛子と、よくタイで調味料として乗ってる唐辛子が入った調味料ですね。で、卵付きにしてもらって60バーツです。美味しそう。じゃあこれいただいてみたいと思います。ここまで食事の映像を見てましたら、編集してる立場ながらもお腹が空いてきました。さて、ガパオライスを食べた後は、このターミナル21に来ました。私の中ではバンコク一のショッピングモールかなと思っております。もう何でも揃うイメージです。で、ここに来て買いましたのはですね、洋服でした。いい感じのシャツがあったので、2枚で4000円ぐらいでした。このアソークから、またホテルに戻るんですけど、アソーク駅ってこっち今いる、側と反対側、地下鉄の乗り換え口で全然この ATM の混雑具合が違うんですね。今1組待ちぐらいですけど、向こうって5、6組待ってたりする、すごい混んでる駅なので、もしターミナル21来て、また BTS に乗る場合はこっちの口の方を使った方がおすすめです。はい、じゃあまたホテルに帰ります。
これも豆知識ですが、入るときはこの買った切符をタッチして入ります。で、2階に上がって電車に乗っていくというのがこの BTS スカイトレインの乗り方です。この時はちょうど電車が来ていましてね、そのまま乗り込みました。ちょっと混んでそうなところは避けて、空いてるところに行くのがおすすめです。で、今度降りるときですね。降りるときもついついタッチしたくなりますが、タッチではなくこの挿入になります。下に今挿入しました。で、プラカナ駅はこのジャスミンリゾートホテルの反対側にまたこんなようなおしゃれなスポットがあったので、ここでヤムウンセンを買うことにしました。バンコクも最終日になりました。こんな屋外でちょっと待っております。このホテルの近く、結構こういった屋台とかちゃんとしたスーパーとかも多いので、すごい便利ですね。日本料理屋さんも多い。で、今日がもう最後なので、明日シンガポールに移動して、今日これは持って帰って涼しいホテルの部屋で食べてゆっくりしようかなと思います。はい、屋台で買ってきたやつですね。これが多分鶏肉と焼きそばみたいな、ソース焼きそばみたいな麺が入ってます。で、ヤムウンセン春雨のサラダはこんなの袋で入ってるので、ちょっと器を移して食べてみようかなと思います。油が出てきた。美味しそう。ヤムウンセンお皿に出したんですけど、めちゃくちゃ辛いけど美味しい。なんかこの独特の辛さと味って現地じゃないと食べれないんだよな。日本にもね、たくさんタイ料理のお店いっぱいあるし、今に近いのもあるんですけど、手軽に食べれるのはバンコクだけですね。